お世話になっております。マサルです。情報処理安全確保支援士を受験する方を応援するために午後問題解説動画を作りました。午後問題は難しくてなかなか勉強するのが大変という方のお力になれれば嬉しいです。なお、今回の動画はサモン先生が執筆されているこちらの書籍を参考にさせていただいた部分が大きいです。概要欄にリンクを貼っておきますので、皆さんも手に取ってみてください。また、完全に私の宣伝で恐縮ですが、私自身もゼロからスタート、教育系 YouTuber マサルの情報処理安全確保支援士1冊目の教科書という書籍を出しています。セキュリティをこれから勉強したい方向けの内容になっていますので、もしよろしければこちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、手に取っていただければ幸いです。それでは今回は令和5年秋の午後問題問い2をテーマにお話しさせていただきます。ちょっと長い動画ですが、頑張って一緒に勉強していきましょう。まずは導入部分です。今回の事例は M 社という会社です。この M 社のビルは人通りの多い場所に建っています。人通りの多い場所という部分が複製になっていて、悪意のある第三者も簡単に近づくことができる状況です。去年 M 社では従業員が USB メモリに機密情報を保存して競合他社に持ち込むという事件がありました。この事件を受けて M 社では様々なセキュリティ対策の見直しが行われました。まずは従業員に貸与している PC への対策です。USB メモリの接続禁止、ローカルディスクへのファイル保存禁止、会社が許可していないウェブメールサービスやクラウドへの通信遮断、会社が許可していないソフトウェアのインストール禁止、電子メール送信時のファイル添付禁止、これらの対策を実施しました。特に注目してほしいのはローカルディスクへのファイル保存禁止です。従業員はファイルを保存する場所がないと仕事できませんよね。そこでファイルの保存場所として選ばれたのが B サービスというクラウドストレージサービスです。個別の業務 PC に好き勝手にファイルを保存できる環境だと、またそこからファイルを持ち出されるリスクがあるので、ファイルは B サービスに保存して全体で一元管理をします。それに伴い社内のファイルサーバーは廃止されました。ここまでの内容が去年従業員が USB メモリに機密情報を保存して競合他社に持ち込むという事件に対して実施されたセキュリティ対策です。さらに導入部分ではオフィスビルの作りについても説明されています。オフィスには執務室と会議室があって、執務室では従業員用の無線 LAN が利用できます。会議室では来客用と従業員用の無線 LAN 両方が利用できるようになっています。具体的なネットワーク構成図も問題文の中で提示されています。ネットワーク構成図は問題を解くのに一番大切な情報なので、しっかり確認しておきましょう。少し話脱線しますが、ここでネットワーク構成図の見方についてお話しします。ネットワーク構成図は大枠から確認していくと理解しやすいと思います。大枠というのはこのようなイメージです。インターネットを経由して M 社は B サービスと接続している。これが一番大きい枠ですね。この後 M 社の構成をさらに大枠で捉えていきましょう。M 社には執務室があって、その中でサーバーネットワークと従業員用の無線 LAN のネットワークが存在しています。ここを見てなんとなく設問のストーリーが想像できると良いですよね。例えば DHCP サーバーがあるので、業務 PC は DHCP を使って IP 情報を取得しているんだろうなとか、さらにサーバーネットワークと従業員用の無線 LAN は別のネットワークなので、どこかで DHCP リレーエージェントが必要だなとか、さらに DNS サーバーはプライベート IP アドレスで利用されているので、キャッシュ DNS として利用されているんだろうなとか、こういう想像力はいろんな過去問題をやることで身についていくので、皆さんもいろんな過去問に挑戦してみてくださいね。では話を戻して執務室の内容を確認したので、次の枠を見ていきましょう。次は会議室の枠です。会議室は来客が端末を持ち込むことができるようです。接続するのはアクセスポイントの5番です。
これは業務 PC も接続することができるようですね。あと、ネットワーク構成図に書かれている中期はとても大切なことが書かれていることが多いので、中期も確認するようにしておきましょう。中期3には L2 スイッチの VLAN についての説明が書かれています。ネットワーク構成図を使って VLAN の情報を整理すると、VLAN の設定はこのようになっているようです。この時点で VLAN の番号は分かりませんが、サーバーネットワークに対応した VLAN、従業員用無線 LAN ネットワークに対応した VLAN、そして来客用無線 LAN に対応した VLAN、3つの VLAN が存在します。L2 スイッチのポート9番とポート24番は複数の VLAN が通ることのできるタグ VLAN が設定されています。この VLAN の設定は後から問題に関わってきます。ここではサーバー用の VLAN、従業員用の VLAN、来客用の VLAN、3つの VLAN が存在することだけ頭の片隅で覚えておいてください。では、ネットワーク構成図を見たので、問題文を読み進めていきましょう。問題文の中では、この後、たくさんの表が出てきて、具体的な設定や機能が説明されます。本番では、この表の情報を丁寧に読み取っていく必要がありますが、本動画では全ては説明せずに、必要に応じてこの表の中から情報をピックアップして解説していきたいと思います。ここで導入部分が終了です。次のパートに移ります。次のパートはとても短いパートです。M 社の情報システム部の Y さんと M 社の親会社にいる情報処理安全確保支援士である S さんが登場人物として紹介されて、この2人がこれまで行ったセキュリティ対策について十分なのか、それとももっと改善していくべきなのかを検討していきます。現在、ファイルの保存先として B サービスを利用するようにしていますが、この B サービスは攻撃者や悪意のある従業員からファイルの持ち出しができないようになっているのでしょうか。 Y さんと S さんはセキュリティ対策を確認していきます。次のパートでは、社外の攻撃者が B サービスからファイル持ち出しができないようになっているのか、セキュリティ対策について話が進んでいきます。まず、情報システム部の Y さんが、過去に来客用無線 LAN を利用した人は、来客用の無線 LAN に接続するためのパスワードの情報を知っているので、M 社の近くから来客用無線 LAN に接続して、そこから B サービスにアクセスすることは考えられないですかと S さんに聞きます。それに対して S さんはこう答えています。それは考えられます。しかしもし勝手に来客用無線 LAN に接続されたとしても、B サービスにログインするには A と B が必要ですと答えていますね。では A と B に当てはまる言葉は何でしょうか。 B サービスを説明した表を確認していきましょう。 B サービスは利用者 ID とパスワードを使ってログインして利用するとあります。よって空欄 A と空欄 B には準不動ですが利用者 ID とパスワードという言葉が入ります。たとえ攻撃者が無線 LAN に接続できたとしても B サービスは ID とパスワードを知らないと利用できないので、攻撃者がサービス B からファイル持ち出しすることはできないと S さんは答えています。その後 Y さんは別の質問をします。攻撃者が偽のアクセスポイントを用意して、その偽のアクセスポイントに接続した従業員が偽の B サービスに誘導されて利用者 ID とパスワードを盗まれる危険性はありませんかという質問です。この質問は少し複雑なので、ネットワーク構成図を見ながら Y さんがどのようなことを心配しているのか確認していきましょう。まずネットワーク構成図はこちらです。今話題になっているのは会議室に存在するアクセスポイントの5番です。この表にあるようにアクセスポイント5番では来客用の無線 LAN と従業員用の無線 LAN 両方に接続することができます。 Y さんはもし攻撃者がアクセスポイント5と同じ設定のアクセスポイントを攻撃者が用意した場合に B サービスの ID とパスワードを盗まれてしまう可能性があると言っています。ではどうして ID とパスワードが盗まれてしまう可能性があるのでしょうか。まずは通常の通信の流れから整理していきましょう。通常時、従業員は従業員用の無線 LAN に接続するためにパスワードを入力します。パスワードが OK の場合、
従業員用の無線 LAN に接続することができるようになります。従業員用の無線 LAN に接続した後、従業員が B サービスを利用しようとした場合、サーバーネットワークにあるキャッシュ DNS サーバーを使って B サービスの IP アドレスを調べます。その後、応答があった IP アドレスに対して接続をして、B サービスではユーザー ID とパスワードを入力することでログインして B サービスが利用できるようになります。これが通常時の流れです。では、攻撃者が偽のアクセスポイントを用意した場合、どのようにして ID とパスワードを盗むのでしょうか。見ていきましょう。攻撃者はアクセスポイント5と全く同じ設定の偽のアクセスポイントを用意します。全く同じ設定になっているので、従業員からは偽のアクセスポイントであることは判断ができません。ここで少し話が脱線しますが、このような攻撃のことを悪魔の双子攻撃と言います。悪魔の双子攻撃とは、正規のアクセスポイントと双子のようにそっくりな偽のアクセスポイントを用意することで、ユーザーを偽のアクセスポイントに接続させて通信や認証情報を盗む攻撃です。この悪魔の双子攻撃という攻撃名も覚えておくと良いかもしれません。話を戻します。攻撃者は偽のアクセスポイントを用意して従業員が接続してくるのを待ちます。しばらくすると従業員が偽のアクセスポイントに接続してきます。従業員は偽の無線 LAN に接続しているとは気がつかず、B サービスを利用しようとして DNS による名前解決を行います。この名前解決を行うのも攻撃者が用意しているキャッシュ DNS サーバーです。攻撃者の用意したキャッシュ DNS サーバーでは B サービスの IP アドレスは本来の B サービスとは異なる IP アドレスを対応付けて管理しておきます。その結果、従業員は攻撃者が用意した IP アドレスのサーバーに誘導されます。誘導した IP アドレスのサーバーで B サービスにそっくりな画面を提示すれば、従業員はいつも使っている B サービスだと誤解してユーザー ID とパスワードを入力してしまいます。その結果、攻撃者に ID とパスワードが盗まれてしまいます。Y さんが何を心配しているのか、なんとなくイメージできましたか？今お話しした悪魔の双子攻撃は、今回の事例に限らず、あらゆる無線 LAN 環境で気にすべき問題なので理解しておきましょう。では、会話の続きを見ていきます。Y さんからの質問に対して S さんは、従業員がもし偽の B サイトにアクセスした場合は、安全な接続ではないという旨のエラーメッセージが表示されるので気がつくことができますよと答えています。ここで具体的にどのようなエラーメッセージなのか、空欄 C と空欄 D が設問になっています。答えを導き出すためには HTTPS に関する知識が必要なので、 HTTPS について少しお話しします。 HTTPS は暗号通信ができるから安全というイメージが強いかもしれませんが、 HTTPS の通信は暗号化以外にも大切な役割があります。それが認証です。例えば従業員が HTTPS で正規の B サービスに接続します。細かい通信のやり取りは省略しますが、 HTTPS で接続するとサーバーはサーバー証明書をクライアントに送ります。サーバー証明書とは身分証明書のようなものだと思ってください。サーバーはクライアントに対して、あなたが接続しているサーバーはこういうサーバーですよと、サーバー証明書を使って自分の正当性を証明しようとしています。クライアントである Web ブラウザはサーバー証明書を受け取ったら、そのサーバー証明書の内容を検証します。まずはサーバー証明書自体の検証です。サーバー証明書が信頼できる認証局が発行されているのか、有効期限が切れていないか、シリアル番号を見てサーバー証明書が失効していないかなどを検証します。サーバー証明書自体の検証に問題がなければ、次はサーバー証明書の内容を確認します。例えば B サービスに接続しているのに C サービスのサーバー証明書が送られてきた場合は、サーバー証明書の内容に不備があるので検証が失敗します。これらの検証に問題がなければ、接続先がなりすましでないと判断します。 HTTPS は暗号化だけではなく、接続先がなりすましではないことを確認することができる
認証技術があることを覚えておきましょう。では、もしなりすましの B サービスに接続した場合を考えていきます。偽の B サービスに HTTPS で接続すると、偽の B サービスもサーバー証明書をクライアントに送り返します。クライアントはサーバー証明書を検証していきます。まずはサーバー証明書自体の検証です。サーバー証明書の執行状態や有効期限を確認します。さらに、このサーバー証明書を発行した認証局を信頼できるかを確認します。信頼できる認証局が発行したサーバー証明書であれば問題ありませんが、攻撃者が勝手に作ったような認証局は信頼することができませんので、クライアントはサーバー証明書自身を信頼しません。その場合、このサーバー証明書は信頼された認証局から発行されたサーバー証明書ではないというエラーメッセージが表示されます。よって空欄 C もしくは空欄 D の回答は、このサーバー証明書は信頼された認証局から発行されたサーバー証明書ではない。こちらが模範回答です。その他にもエラーメッセージが表示される場合があります。それはサーバー証明書自体の検証は問題がなくても、サーバー証明書の内容に問題があった場合です。先ほどもお話ししたように、例えば B サービスに接続したのに C サービスのサーバー証明書が送られてきた場合は、サーバー証明書の内容に不備があるので検証失敗になります。では、どうしてそのようなことが起こり得るのか説明していきます。まず、攻撃者は B サービスになりきるために B サービスとしてのサーバー証明書を作成できないかなと考えます。攻撃者は一般に信頼できる認証局に B サービスになりきるための B サービスとしてのサーバー証明書の作成を依頼します。サーバー証明書の種類にもよりますが、一般に信頼されるような認証局では、サーバー証明書を作るために審査を行います。審査の結果、あなたは B サービスの管理者じゃないので、B サービスのサーバー証明書は作成できません。ということで、認証局はサーバー証明書の作成を断ります。つまり、攻撃者は信頼できる認証局では B サービスになりすましたサーバー証明書を作ってもらうことはできないということです。そこで攻撃者は B サービスによく似た名前の別の名前でサーバー証明書を申請します。誰も使っていない名前であれば B サービスとは別の新しいサービスのサーバー証明書として認証局はサーバー証明書を作成してくれます。そして攻撃者は B サービスによく似た名前のサーバー証明書を作ることに成功します。攻撃者は偽の B サービスに新しく作った B サービスによく似た名前のサーバー証明書をクライアントに送るように設定します。サーバー証明書を受け取ったクライアントは信頼できる認証局が作ったサーバー証明書なので、サーバー証明書自体は信頼できます。しかしサーバー証明書の中身が違います。クライアントは B サービスに接続しているのに、送られてきたサーバー証明書は B サービスによく似た別の名前のサーバー証明書です。よってエラーが発生するというわけですね。よってもう一つのエラーメッセージとは、このサーバー証明書に記載されているサーバー名は接続先のサーバー名と異なる。これが模範回答になります。この問題から学べるポイントは、サーバー証明書の仕組みによって偽の B サービスに誘導されたとしても気がつくことができるということです。 S さんからの回答を受けて Y さんは別の質問をします。もし HTTPS ではなく HTTP で接続したらエラーメッセージが表示されないのではないですかという質問です。先ほどサーバー証明書の仕組みで偽の B サービスに接続した場合、サーバー証明書を検証することでエラーメッセージが表示されると言いましたが、サーバー証明書が送られてくるのは HTTPS で接続した場合です。もし HTTP で接続した場合はサーバー証明書が送られてこないので、偽の B サービスに接続していることに気がつくことはできないのではないですかと Y さんは心配しています。しかし S さんは HSTS を有効にしているので
エラーメッセージが表示されますと答えています。では HSTS がどのような機能なのか確認していきましょう。 HSTS はウェブサイトが Web ブラウザに HTTPS でのアクセスを指示する技術です。今回の問題文の表の中で B サービスは HSTS を有効にしているという記述があります。 HSTS を有効にしておくと Web ブラウザに対して B サービスに接続するときには HTTPS でアクセスしてくださいと指示ができるようになります。もし従業員が HTTP で接続しようとした場合、HSTS の仕組みによって Web ブラウザが HTTP の通信を HTTPS に変更して接続するようにします。その結果 B サービスに HTTPS で接続することになりますので、偽の B サービスからはサーバー証明書が送られてくることになります。これが HSTS の仕組みです。さらに HSTS の仕組みについて設問があります。先ほどと同じエラーメッセージが表示されますという発言について、エラーメッセージが表示される直前までの Web ブラウザの動きを答えなさいという問題です。模範解答は HTTP のアクセスを HTTPS のアクセスに置き換えてアクセスする。その後、偽サイトからサーバー証明書を受け取る。こちらが模範解答です。注意したいのはエラーメッセージが表示される直前までの Web ブラウザの動きという部分に対して答えが書けているかどうかです。Web ブラウザは HTTP の通信を HTTPS に置き換えるだけではなく、その結果サーバー証明書を受け取ることでエラーメッセージを表示することができています。よって HTTP のアクセスを HTTPS のアクセスに置き換えてアクセスする。その後、偽サイトからサーバー証明書を受け取る。この2つが欠けている必要があります。60字以内で答えようという少し長めの文字数が指定されているので、しっかり問われている部分に対して回答できるように意識しましょう。ここまでで社外の攻撃者対策に関するパートが終了します。次のパートでは従業員のファイル持ち出しについて対策を話していきます。そもそも去年ファイルを持ち出した事件は従業員によるものです。従業員に対しても対策をしっかり行う必要があります。 S さんは B サービスのファイル共有機能について上長は確認して承認していますかと質問しています。 B サービスとは何なのか少し思い出しておきましょう。 B サービスとは M 社がファイル保存に利用することにしているクラウドストレージサービスでしたね。 B サービスにはファイル共有機能という機能があります。どのような機能なのか流れで確認していきましょう。まず従業員が B サービスにファイルをアップロードします。その後従業員がファイル共有機能を使いたい場合、共有したいファイルを指定して共有者のメールアドレスを指定します。そして上長承認申請を行います。すると B サービスが上長に承認確認を求めます。上長は従業員が指定した共有ファイルや共有者のメールアドレスを確認して問題なければ承認を行います。すると B サービスから共有したい社外の人に共有リンクが発行されて、この共有リンクを使って社外の人は共有ファイルをダウンロードできるようになります。 S さんが心配しているのは上長が共有ファイルと共有者のメールアドレスをしっかり確認して承認しているのかという部分です。そこについて Y さんは正直にこう答えています。確認できていない上長もいるようです。これは正直でいいですよね。そこで S さんはファイル共有機能を悪用すれば従業員が M 社外から B サービスのファイルをダウンロードすることができると指摘しています。ここが設問になっています。ではどのようにしてファイル共有機能を悪用して従業員は M 社外からファイルをダウンロードすることができるのでしょうか。答えは先ほどの図を見れば簡単に分かりますよね。従業員が上長承認をするときに共有したいメールアドレスとして従業員の使用メールアドレスを指定すれば、従業員は家などの M 社外からの環境から B サービスのファイルをダウンロードしてファイルを持ち出すことができます。よって模範解答は外部共有者のメールアドレスに自身の使用メールアドレスを指定する。
こちらが模範解答です。つまり現在の対策では、悪意のある従業員が現れた時に B サービスから機密情報を勝手に持ち出されてしまう可能性があります。さらに S さんは会議室に注目します。会議室には個人所有の PC が持ち込めますかと質問して、 Y さんは持ち込むことができますと答えています。そこで S さんは会議室に個人所有の PC が持ち込めるという状況から2つの方法でファイルが持ち出せると指摘します。方法1は個人所有の PC を会議室に持ち込んで、無線 LAN のインターフェースを空欄 E に変更して、個人所有の PC を従業員用の無線 LAN に接続して、 B サービスからファイルをダウンロードして個人所有の PC ごとファイルを持ち出すという方法です。ここで空欄 E が出てきています。個人所有の何を変更すれば従業員用の無線 LAN に接続できるかを考えます。アクセスポイントの設定を確認してみると、従業員用の無線 LAN には MAC アドレスフィルタリングが設定されていることがわかります。つまり空欄 E に当てはまるのは MAC アドレスです。MAC アドレスを業務用 PC と同じものに変更すると、個人所有 PC からでも従業員用の無線 LAN に接続して B サービスに接続し、ファイルをダウンロードすることができてしまいます。少し話を脱線します。MAC アドレスは自分で変更できるのか疑問に思った方もいるかもしれませんが、 MAC アドレスは変更ツールなどを使って簡単に変えることができてしまいます。もし気になる方は Google などで調べてもらうといろんな情報が見つかると思います。ここでは MAC アドレスで通信を制御する方法はあまり効果的ではないことを覚えておきましょう。次は方法2についてです。方法2は個人所有の PC を来客用の無線 LAN に接続して B サービスにログインしてファイルをダウンロードして個人所有の PC ごとファイルを持ち出す方法です。方法1では MAC アドレスをわざわざ変更して従業員用の無線 LAN に接続して B サービスに接続していましたが、そんなことをしなくても来客用の無線 LAN に接続するだけでも B サービスを利用することができます。どうして利用できるのかというと、 B サービスは送信元 IP アドレスによってログインを制御する仕様になっているからです。現在のネットワーク構成では従業員用の無線 LAN も来客用の無線 LAN もファイアウォールの NAT の機能によって同じ IP アドレスに変換されます。その結果、どちらからの通信も B サービスにログインが許可されている IP アドレスとなり、 B サービスを利用できてしまいます。ここまでの情報を少し整理しましょう。 B サービスのファイル共有機能は方法1もしくは方法2によって個人所有の PC から B サービスにアクセスしてファイルの持ち出しができてしまうということです。では方法1と方法2に対してどんな対策をするのか楽しみにしつつ問題を読み進めていきましょう。次は対策検討のパートです。先ほど S さんが指摘した方法1と方法2についてどのような対策を取るべきか検討していきます。まずは方法1への対策です。もう一度方法1を思い出しておきましょう。個人所有の PC の MAC アドレスを業務 PC の MAC アドレスに変更して従業員用の無線 LAN から B サービスにアクセスしてファイルをダウンロードするという方法です。この方法に対して従業員用無線 LAN の認証方式として EAP-TLS を選択し認証サーバーを用意することにしたとあります。ここで河川さんが出てきています。認証サーバーが EAP で使う UDP 上のプロトコルを答えよという問題です。これは知識問題ですね。認証するプロトコルで UDP を使うプロトコルは Radius です。これまでは MAC アドレスとパスワードを使って従業員用の無線 LAN のアクセスを制御していましたが、 MAC アドレスは簡単に偽装できるので、よりセキュリティを高めるために EAP-TLS を採用します。では EAP-TLS とはどのような仕組みなのか見ていきましょう。 EAP-TLS はこれまでの事前共有キーを使うパスワードを使った認証ではなく、クライアント証明書を使ってクライアントを認証します。先ほど HTTPS の通信で
サーバー証明書についてお話ししました。サーバー証明書とは、接続してきたクライアントに自分はこういうサーバーですよと自分の正当性を保証するための情報です。クライアント証明書はその逆で、サーバーに対して接続しているクライアントの正当性を保証するための情報です。つまりクライアント証明書は、クライアントが私はこういうクライアントですよという情報をサーバーに送って、クライアントの正当性を保証するための情報です。後から詳しく説明しますが、クライアント証明書は正しく運用すれば偽装することは非常に困難です。Mac アドレスのように簡単に他の端末で利用するようなことはできません。この後少し複雑な話が出てきますが、 EAP-TLS とはクライアント証明書を利用してクライアントを認証する技術ということをイメージしておいてください。問題文を読み進めます。 S さんはクライアント証明書と空欄 F はどのようにしますかと Y さんに聞きます。実は EAP-TLS ではクライアント証明書ともう一つ空欄 F が必要になります。空欄 F が何なのかは後から説明します。 Y さんはクライアント証明書は CA サーバーを新設して発行することにして、ディレクトリサーバーの機能を使って業務 PC に格納しますと答えています。さらに空欄 F は空欄 G しておくために業務 PC の TPM に格納して保護しますとも答えています。では空欄 F に当てはまる言葉、皆さん何だと思いますか？空欄 F は秘密鍵ですね。ではどうして秘密鍵が必要なのでしょうか？結論は秘密鍵を使ってデジタル署名をするためです。どうしてクライアント証明書と秘密鍵が必要なのか、まずは EAP-TLS の大まかな通信の流れを確認していきましょう。まず認証のサプリカントである業務 PC が接続要求を行います。すると認証装置であるアクセスポイントが認証方法を通知します。ここでは従業員用の無線 LAN は EAP-TLS を利用していますと通知することになります。サプリカントは認証方式である EAP-TLS に基づいて証明書を使った相互認証を行います。相互認証なので認証サーバーもクライアントもどちらも証明書を送り合って自身の正当性を保証します。この時やり取りするデータにはデジタル署名が付けられます。デジタル署名は秘密鍵を使って作るデータなので秘密鍵が必要になります。デジタル署名は非常に複雑なので詳細はこちらの動画で確認してみてください。今回の動画では日常生活に例えてデジタル署名についてお話ししてみたいと思います。本来 EAP-TLS はクライアントと認証サーバー相互に認証しますが、ここでは分かりやすくクライアントが認証される流れにフォーカスしてお話しします。サプリカントさんは認証サーバーさんに自分はなりすましではないと伝えたいと思っています。そこでサプリカントさんは世界に一人だけ自分しか持っていないものとして指紋を使ってなりすましではないことを証明しようとします。サプリカントさんはこの指紋は確かにサプリカントさんの指紋であることを保証する指紋の証明書を事前に用意しておきます。そしてサプリカントさんは指紋の証明書をそのまま送るのではなく、自分の指印がついた封筒に入れて送ります。この封筒を受け取った認証サーバーさんは封筒についている指印と証明書の中の指紋が同じ場合、この封筒を送ってきたサプリカントさんはなりすましではないと判断します。この話は少し強引な例だとは思いますが、なんとなくクライアント証明書で秘密鍵が必要な理由イメージできましたか？この例の場合、指が秘密鍵、そして指紋の証明書がクライアント証明書に該当します。ではもう一度2人の会話を見ていきます。 S さんはクライアント証明書と秘密鍵の取り扱いを気にしています。 Y さんはクライアント証明書はディレクトリサーバーの機能で業務 PC に格納して、秘密鍵は空欄 G しておくために業務 PC の TPM に格納して保護しますと伝えています。では空欄 G についても考えていきましょう。空欄 G を考えるためには TPM の知識が必要です。 TPM とはパソコンやスマートフォンに搭載されているセキュリティチップです。
イメージは金庫のような存在です。秘密鍵のような特に大切な情報は TPM というセキュリティチップで管理することで盗まれることを防ぐことができます。よって空欄時には業務 PC から取り出せないようにという言葉が入ります。続けて S さんはその格納方法であれば問題ないと思いますと言っています。そしてこの理由が設問になっています。では S さんが問題ないと思った理由は何でしょうか。考えていきましょう。今回はディレクトリサーバーを使ってクライアント証明書を業務 PC に格納して、さらに秘密鍵を TPM に格納します。S さんはこれなら問題ないと言っています。ではそれ以外にどんな方法があるのでしょうか。それは Y さんの言葉にヒントがあります。クライアント証明書を従業員が自身の業務 PC にインストールする場合は問題があります。この方法の場合、管理者がメールなどを使って従業員にクライアント証明書や秘密鍵を渡すことになります。もしメールを使って知らせる場合、メールの中に秘密鍵の情報が存在することになり、攻撃者はそのメールから秘密鍵の情報を盗むことができてしまいます。今回はディレクトリサーバーを使って直接 TPM に秘密鍵を格納するので問題ないと言っているわけですね。よって下線4の答えは EAP-TLS に必要な認証情報は業務 PC にしか格納できないからが模範回答です。これは言い換えると EAP-TLS に必要な認証情報は個人所有の PC に格納することができないので問題ないということですね。ここまでが方法1の対策についてでした。 Mac アドレスやパスワードを使ったアクセス制御は企業ネットワークのセキュリティ対策としては不十分なので EAP-TLS を使ってクライアントもクライアント証明書を使って認証することでセキュリティを高めることができるというのはとても大切なポイントです。しっかり覚えておきましょう。次に問題文では方法2の対策について話が進んでいきます。方法2が何だったかというと、会議室の中に個人所有の PC を持ち込んで来客用の無線 LAN に接続して B サービスからファイルを持ち出すという方法です。ではどうして個人所有の PC から来客用無線 LAN を使って B サービスに接続できたのかというと、ファイアウォールが従業員用の無線 LAN も来客用の無線 LAN も同じ IP アドレスに変換しているからです。 B サービスは接続元の IP アドレスが指定された IP アドレスの場合ログインできる仕様になっていますが、今回の場合両方とも同じ IP アドレスに変換されているので IP アドレスによる制御が機能していないことになっています。そこで方法2について2つの案が検討されます。1つ目は Firewall の NAT の設定を変更するという案です。ここで下線5が出てきていて、どんな設定変更なのかが問われています。これは単純に来客用無線 LAN からインターネットにアクセスする場合の送信元 IP アドレスを A1、B1、C1、D1 とは別の IP アドレスにする。こちらが正解です。実は表3の中にヒントが書かれています。Firewall のWAN 側のインターフェースの IP アドレスには A1、B1、C1、D1 が設定されていますが、サブネットマスクが 255、255、255、248 になっています。サブネットマスクとはネットワークの大きさを表す情報なのですが、このサブネットマスクの場合、IP アドレスが8個存在する大きさのネットワークであることを意味しています。つまり IP アドレスが複数存在すると想像することができます。このようなヒントから来客用無線 LAN からインターネットにアクセスする場合の送信元 IP アドレスを別の IP アドレスに変えると答えを導き出すことができます。この設定をすれば来客用無線 LAN から B サービスに接続するときには現在使っている IP アドレスとは別の IP アドレスになるので B サービスにログインできなくなります。そして方法にはもう一つ案が出てきています。無線 LAN サービスである D サービスを利用する。こちらがどのような案なのか確認していきましょう。 D サービスでは会議室に D ルーターを置いて来客持ち込み端末を D ルーターからインターネットに接続させます。
これまでは全ての通信が M 社の Firewall の NAT 機能によって同じ IP アドレスに変更されていることが問題でした。 D サービスを使えば Firewall を利用しないので B サービスに接続してくる送信元の IP アドレスは D サービスの IP アドレスになります。よって D サービスを使うことで来客用無線 LAN から B サービスにログインすることができなくなります。方法2への対策は Firewall の NAT の設定変更案と D サービスの利用案2つが検討された結果 D サービスを利用することに決まりました。そこで D サービス導入に伴って設定変更や設定削除を行います。 D サービスで利用する D ルーターには DHCP サーバー機能および DNS キャッシュサーバー機能があります。これまで来客持ち込み端末が利用していた DHCP サーバーと DNS サーバーへの通信が不要になります。それ以外にも不要になった設定があるので表を見ながら何を削除するべきか考えていきましょう。まずは表3からです。来客用無線 LAN が使っていた 192.168.10.0 のネットワークからの通信は Firewall を利用しなくなるので表3の交番1が削除されます。次に表4のフィルタリング設定の中では来客用無線 LAN の通信に関係ある部分を探していくと交番1は 192.168.10.0 のネットワークからの通信なので削除されます。さらに交番4も同じ理由で来客は D ルーターにあるキャッシュ DNS サーバーを利用するようになるので交番4も削除されます。よって表3の交番1、表4の交番1、交番4が削除対象です。そして最後に Y さんと S さんは対策を実施したということで問題文が終了です。めでたしめでたしですね。皆さんもここまでお疲れ様でした。長い動画にもかかわらず最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に少しだけお知らせさせてください。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを Discord で運営しています。オンラインコミュニティは IT を勉強する人が交流するためのコミュニティです。もちろん支援士の取得を目指して参加してくださっている方もたくさんいます。一人で勉強するのが孤独、誰かにわからない部分を質問したい、また勉強目的ではなく自社のエンジニア以外の方と交流してみたいという方はぜひ参加してみてください。これまでにも横のつながりが作れるような様々なイベントを行っています。勉強だけではなく横のつながりを作りたい人にもおすすめのコミュニティです。参考までにこちらは2024年8月のイベントです。今は2024年秋の試験に向けていつもよりもイベントを増やしてみんなで勉強を頑張っています。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択すると参加できるようになります。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。